豆腐の、新しい食べ方の提案ですね。薬味たっぷり豆乳冷ややっこというメニューでございます。冷ややっこの食べ方ってやっぱりワンパターンになりがちで、そればっかりやったら飽きるじゃないですか。豆乳と豆腐は兄弟なので、食べた時にすごい滑らかさが出るんですよね。で喉越しめちゃめちゃいいんで、チュルッと食べるのにめちゃめちゃいいんですよ。飲み物だね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは豆腐の、新しい食べ方の提案ですね。薬味たっぷり豆乳冷ややっこというメニューでございます。読んで字のごとし、豆乳と豆腐はもう親戚っていうか兄弟みたいなもんですからね。それでチュルッと喉越しよく食べれる冷ややっこをご紹介したいと思いますね。でやっぱり夏といえば僕の中ではですけど薬味なんですよ。薬味のこういろんな野菜がパッと芽吹く時期ですからね。それをたっぷり乗せていただきたいと思います。じゃあまず材料紹介ですね。まず豆腐半丁分です。約1時間前に水切りしてある状態ですね。これはね結構ポイントです。で豆乳で無調整のものですね。できるだけ濃いのがいいんですけど、最近豆乳コーナーってスーパーによっては1人分のサイズあるじゃないですか。あれ 200cc 入ってるのかな。 200cc のやついろんな種類あるんで、間違ってもココア味とか買わないでくださいね。それから薬味が今日は生姜、みょうが、しそで、めんつゆですね。お醤油でもいいんですけど、めんつゆのが僕は結構出汁感もあるんで好きですかね、冷ややっこ食べる時は。で他に薬味といえばあと三つ葉、青ネギ、白ネギでもよし。であとなんだ、きゅうり。きゅうり薬味かな。ありですけどね、きゅうりもね。オクラ。オクラね、湯がいたオクラ。はいはいはい。かいわれ。かいわれいいですね。ちょっとピリリと辛みがあってね。そんな感じで自分の好きな薬味をたっぷり乗せて食べると冷ややっこってレベルが上がりますよね。それこそ赤ちょうちん行って普通に冷ややっこ頼んだ時に本当に薬味ちょっぴりしか乗ってないとちょっと物足りない、これねこっち系ねみたいな感じしますよね。それがもう白ネギが薄いスライスで、一回水にさらしてあってよく水気切ってあって、で生姜たっぷり乗っているやっこが来ると、なかなかやるなって感じしますよね。はいね。じゃあ薬味をじゃあまずね処理していきますかね。まず生姜すりおろします。でみょうが切りますね。みょうがみじんします。ちょっと穂先と根元のところ切って一回千切りにし、でみじん切りにして、みょうがって気づいたら庭に生えてる時ありますよね。本当ですか。普通じゃないのね。みょうが植えたことないの。だから自生してたんでしょうね。本当ですか。でもねちょうどね車止めた時の排気ガスの真後ろあたりに生えるんですよ。ちょっとどうも空気にはならないですね。でもなんか公園とか行ったら生えてる時ない？そのぐらいのものなんですか。そういうものですよね、もともと。はい。でしそは千切りにして、みじん切りでもいいんですけどね。もうこれで下準備 OK。そしたら水切りした豆腐ですね。ちょっとだから締まっている。で絹がおすすめですね。これだけね水分出ますから、こうやるとこれだけのね豆腐の水分吸ってるってことですからね。ちょっと食べやすいサイズに割ってかな。豆乳を入れます。濃いやつ。じゃあとは薬味のっけて、これだからちっちゃい一人用の豆乳買うじゃないですか。パック角切って、だから4回冷ややっこが楽しめる量。冷ややっこってだって毎日食べてもいいですもんね。そうですね。そう思わないなら別にいいですよ。
全然思ってないじゃないですか。嫌いでも好きでもない。今日でもだからちょっと変わったやっこなんで期待してます。ありがとうございます。であとは食べる時にめんつゆかけて食べるっていう、はい、簡単で、これ何がいいかというと、やっぱこの豆乳とさっきも言ったように豆腐はもう兄弟なので、食べた時に水分が入ってくることですごい滑らかさが出るんですよね。で喉越しめちゃめちゃいいんで、チュルッと食べるのにめちゃめちゃいいんですよ。はい、完成。じゃあ早速ね食べたいと思いますけど、まず取り分けた、絶対あれですよ、豆乳も一緒に取ってくださいね、よそう時に。意味ないですからね、豆乳取らなかったら。でめんつゆちょっとかけていただきます。まずはやっこだけを持ち上げて薬味と一緒にいただくと。やっぱいいですね、お豆腐はね。で下の豆乳部分も一緒に。飲み物だね。やっぱりとにかく喉越しが良くなる。でやっぱりその兄弟が一体感なんですよね。味ぼけしない。冷ややっこの食べ方ってやっぱりワンパターンになりがちで、そればっかりやったら飽きるじゃないですか。だからたまにねこうやって豆乳足して喉越しいい冷ややっこ食べるのもちょっといいんじゃないかなということで、食べ方のご提案ですね。ごちそうさまでした。